こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にもたくさん字幕を用意しているのでそこから選んでぜひ一緒に最後まで楽しんでいってください。はい、ということで今日のテーマは日本人がよく使う口癖パート2です。皆さんパート1はご覧になりましたか？結構私のチャンネルの中でも一番反響が大きかったエピソードの一つかなと思います。ぜひまだパート1見てない方はそちらから見てみてください。はい。で、今日なんですけれど、日本人のよく使う口癖パート2ということで、教科書には載ってないけど、日本人の会話とか聞いているとよく聞く言葉ってありませんか？これを口癖っていう風に言います。日本人って無意識に使ってしまっている口癖って実はたくさんあるんです。今日はパート1で紹介した口癖に加えてまだまだたくさんあるなと思ったのでパート2で皆さんにたくさん口癖についてお話をしていきたいなと思います。それでは早速なんですけど、まず一つ目。これはやっぱりです。やっぱりって皆さん聞いたことありますか？これ実は私もよく使っちゃいます。多分私のポッドキャストとか聞いてると、やっぱりっていう言葉たくさん出てくるかなと思います。このやっぱりっていうのは、思っていた通りだったとか、結局そうなったみたいな時に使います。で、これ日本人は確信がなくて、でもふわっとこう使うことが多いんですね。で、例えばなんですけど、やっぱりこのお店美味しいねとか、これはやっぱり来てよかったみたいな気持ちも込めて、やっぱりこのお店って美味しいねとかっていう風に言います。他にも、やっぱりやめておく。これは一回考えたけど、結局はやらないっていう元の気持ちに戻った時が、やっぱりやめておくよみたいな風にやっぱりっていう言葉を使います。他にも、やっぱりそうか、そうだと思ったみたいな風に使います。これはもともと自分が予想していたことが合ってた時とかに、やっぱりそうだよね、みたいな風に使います。で、これ例えばなんですけど、例えば A さんがいますね。昨日のテスト難しかったよねって言います。そしたら B さんが、やっぱりそうだよね、私だけじゃなかったんだ、みたいな風に、そうだよね、私もそう思ってた、みたいな意味で、やっぱりっていう風に使います。他にも、例えば A さんが、この映画見るっていう風に聞いたときに、見ようかな、どうしようかな、やっぱりいいや、みたいな風に、最初見るかちょっとだけ迷ったんですけど、やっぱり見なくてもいいかなっていう元の気持ちに戻ったとき、やっぱりいいやっていう風に使います。はい。で、このやっぱりとやはり似てるものがあるんですけど、ほぼ同じ意味なんですけど、やはりっていうのは、こういうカジュアルな会話では使わなくて、フォーマルな場面、ビジネスとか、そういった時に使う言葉になります。なので、友達との会話とかでは、やっぱりっていう言葉を使います。やはりっていうとちょっと違和感がある、不自然な日本語になってしまうので、もしこれ皆さん、例えば日本語のオンラインコーチの先生と話す時とかは、ぜひぜひこのやっぱりっていうのを使ってみてください。はい。で、二つ目が、な感じです。〇〇な感じみたいな風に使います。このな感じっていうのは、なんとなくこんな雰囲気とか、〇〇みたいなっていうニュアンスで使います。で、日本人がこれを使う理由っていうのは一つあって、断言を避けたいからです。断言って皆さんわかりますか？断言っていうのは、これはこうだって言い切ることを言います。で、日本人はこの断言を避ける傾向があります。なので、〇〇な感じっていう風に言うことで、柔らかく押し付けがましい、相手にこう押し付けるような雰囲気がないように使うっていうのが印象かなと思います。はい。使い方なんですけど、例えば最近ね、なんか疲れてる感じなんだよねとか、これっていうのは疲れてるかもみたいな曖昧な感覚を相手に伝えるときに、なんか疲れた感じがするとか、疲れてる感じなんだよねみたいな風に使います。で、二つ目が、この曲なんかおしゃれな感じがするみたいな風に使うんですけど、これはおしゃれっぽい
なんかおしゃれな雰囲気がする。その歌詞とかがおしゃれなのかどうかはわからないんですけど、おしゃれな雰囲気を感じた時とかに、これなんかおしゃれな感じするとかっていう風に言います。他にも、明日暇なの？何する？どんな感じの気分？みたいな風に使うんですが、これは、どんな気分っていう風に相手に聞くときに、どんな感じ？相手にはっきりとした答えを求めなくても、なんか美味しいもの食べたい感じとか、っていう風に相手の曖昧でもいいから、何でもいいから教えてみたいなニュアンスを込めて、どんな感じの気分っていう風に聞きます。はい。例えば、週末どうだったって A さんが聞いたとします。なんかゆっくりした感じだったんだよね。特に何もしてないんだけど、すごいのんびりできた感じだったっていう風に言うと、なんか特別こんなことをしたとかっていうわけではないんだけど、のんびりしてて、すごく体を休めれた、癒された休日だったっていうのを伝えることができます。他にも、あの人ってどんな人？なんか気になりますよね。あの人ってどんな人って聞いた時に、なんか優しい感じの人だよとか、すごい真面目な感じの人だよ、みたいな風に使います。これも、なんか、はっきり優しい人だよ、真面目な人だよっていう風に言ってもいいんですけど、このちょっと断言を避ける日本人らしさみたいなのが出て、優しい感じの人とか、真面目な感じの人、みたいな風に使います。はい。で、この〇〇な感じっていう言葉を使うと、この会話が少し柔らかい雰囲気になったり、あとはナチュラルに聞こえるようになります。でも、使いすぎちゃうと、この人ちゃんと話してるかなみたいな風に、ちょっと〇〇な感じっていう風に全部がふわっとしちゃうので、会話がなんか、あれこの人ちゃんと考えて喋ってるかなみたいな風に思われることもあります。なので使いすぎには注意なんですが、ところどころで使えていくと、すごく自然な日本語に近づいていくかなと思います。はい。で、3つ目が、結構っていう言葉です。これ私、実際、動画の編集とかしてると、私めちゃくちゃ言ってるんですよ。この結構っていう言葉。これは、日本語学習者の皆さんにとっては、ちょっと難しい言葉かもしれません。で、なぜかというと、この結構って真逆の意味で使われることがあるんですね。一つ目がかなりっていう意味を表す時があります。このかなり多いとか、そういった意味で使うこともできるんですが、二つ目の意味としては、いいですとか、いりませんみたいな風に、断る時に使うこともできるんですよ。なので、この一番の方、かなりとか、その会話の中でポンと出る結構に関しては、意味がすごくふわっとしてる。会話の中でちょっとその会話をスムーズに保つための間に挟むクッション言葉みたいな感じで日本人はこの結構を使います。例えばなんですけど、この映画結構面白かったよねって言うと、この映画ってすごいかなり面白かったよねみたいな意味になります。とか、外結構寒いよとかって言うと、思ったより寒い。なんか、室内って暖かかったから、外寒いんだろうなっていうのは分かってたんだけど、思ったより寒かった時は、外結構寒いよ、みたいな風に使います。とか、さっきの2番、断りの意味ですね。の時は、例えば、コーヒーもう一杯いかがですかとかって聞かれた時に、あ、結構ですとかって言うと、あ、大丈夫です。いらないです。みたいな意味になります。日本人っていりませんとかっていうのをあんまり強く言うタイプではないんですね。相手の気持ちも考えて言葉を選ぶことが多いので、あ、結構です。みたいな風にちょっと柔らかく遠回しにお断りの言葉を使います。はい。で、ただこの日本人の口癖的な結構に関しては、この2番のいいえ、いりませんみたいな意味ではなくて、どちらかというと1番のこのかなりとか、みたいな意味で、外結構寒いよとか、結構面白かったよみたいな風に使います。はい。例えばなんですが、あのレストランどうだったって誰かが聞いたとします。結構良かったよ。また行きたいなっていう風に言います。この結構っていうのは、めっちゃ良かった。かなり美味しかったっていう意味です。他にも、なんか皆さんに何かお話しするときに、私がところどころで、結構こんなことがあったんですけど、とかって言うんですね。それには、かなりとかって意味はあんまり含まれてないです。本当に、結構って言ってるだけだったりします。ちょっともし気になる方、私の他のポッドキャストとか聞いてみると、結構ってめっちゃ言ってます。ぜひぜひちょっと見てみてください。次、4つ目なんですが、4つ目は、いやです。
このいやを聞いて、もしノーっていう意味を思い浮かべた方、半分正解です。で、ただ日本人が日常会話でこのいやを使うときっていうのは、必ずしもこの拒否とか否定とかっていう意味ではないことが多いんです。で、むしろこのいやっていうのは、話の切り出し、話を始める時のこう照れ隠しとかなんかそういった表現とかで使われることが多いです。で、例えばなんですが、美味しいものを食べたとします。いや、これ本当に美味しいね、みたいな感じで、このいやっていうのは、本当に美味しいということを伝えるための前置きの言葉で、否定ではないです。嫌だではなくて、いや、これめっちゃ美味しいわ、みたいな風に使います。とか、あとは、いやー、参ったな。って言うんですけど、この嫌っていうのも嫌ですっていう意味ではないですよね。なんか困った時のため息。はあ、困った、みたいな感じで、いやー、どうしよう、参ったな、みたいな風に使います。とか、あとは、いや、でも、みたいな風に使うんですが、このいやは、なんかこう、でも、こうじゃないって相手にちょっと反論したい時とかに、いきなり、でもこれはこうじゃないですかって言うと、相手もびっくりしちゃいますよね。なので、そういった時に、柔らかく、まずは入るために、いやー、でもこうなんじゃないですかみたいな風に使うために、いやーっていう言葉をここで言っています。例えばなんですけど、すごいね、100点取ったの天才じゃんって誰かが言ったとしますよね。そしたら、いや、そんなことないよ、みたいな感じで、いやいやっていう風に使います。これはなんか照れてる感じ、褒められて天才じゃんって言われて嬉しいんですけど、でも日本人って結構褒められるとありがとうって受け取るよりかはそんなことないよっていう風に、ちょっと否定をするんですね。で、こういった時に、いやいや、そんなことないよ。いや、そんなそんな、みたいな風に使います。とか、あとは、例えば友達が、いや、ちょっと聞いて、昨日財布忘れちゃったんだよねって言ったとして、そしたら、いや、それはきついね、やばいね、どうすんのみたいな風に、これは、それは大変だっていう共感をするときに、いや、それはやばいね、みたいな風に、このいやを使います。これって少しなんかこう、ニュアンスで捉えるしかないような部分だったりとか、あとはいっぱい使ってどんどん慣れていかなきゃいけない言葉かなと思うんですが、友達同士の会話でこのいや、やばいねそれとか、このいやが入るだけでも、なんかワンステップちょっとこう会話のクオリティが上がっていくのかなと思います。なので、もし日本人のお友達がいる方とか、あとは日本語のオンラインコーチ受けてる方とかがいたら、ぜひぜひちょっとこのいや使ってみてください。で、もし間違った使い方をしてしまっても、そんなに違和感が出るようなものではないです。日本人もなんかこう、言葉と言葉の間に、いやー、なんかさ、みたいな風に、ちょっとこう考えるときに使ったりもするんですね。なので全然自信を持って使ってみて大丈夫かなと思います。はい。ぜひぜひ皆さん使ってみてください。そしたら次、5つ目。これ最後なんですけど、最後の5つ目は、一応です。一応って皆さん聞いたことありますか？これは、大きく分けると意味が3つあります。1つ目が、念のためとか、とりあえずみたいな意味で、一応って使います。2つ目が、一通りとか、ちゃんとやりましたみたいな時に、一応っていうのを使います。で、3つ目が、控えめに何かを伝える時に、一応っていうのを使います。ちょっと例を出して皆さんに説明をしたいんですが、例えば、今日雨降りそうだね。一応傘持っていこう。これはさっきの1番、念のため持っていこうっていう意味ですね。一応傘持っていこうっていう感じです。で、次なんですが、誰かが、ね、この仕事終わってるって聞かれた時に、あ、一応終わりました。これっていうのは完璧じゃないかもしれないけど、とりあえず一通り全部やりましたっていう意味で、一応終わりましたっていう風に使います。これは2番の意味ですね。次が、はるかさんって外国語何か話せるんですかって聞かれた時に、あ、一応英語と韓国語を話します。
っていう風に使います。これは3番の意味ですね。控えめに伝えることになります。で、この、例えば私が一応英語と韓国語を話しますって言ったんですけど、これは完璧じゃないんだけど、一応喋れます。みたいな意味です。今私、さらっと一応って使っちゃったんですけど、完璧じゃないんだけど、まあ喋れないよりは喋れるよりなので、一応英語と韓国語を話しますっていう風に使います。で、この一応が入ると少し自信がなさそう。控えめな印象になります。で、日本人って謙遜って言って、自分はこんくらいできてるって思ってても、それをもう少しちっちゃく言ったりとか、私はこんくらいできてるって自信がある人よりも、どっちかっていうと自信がない人の方が多かったりするような文化があるので、日本ではその謙遜の文化も深くこう関係して、100%の自信があったとしても一応ってつけるし、押し付けがましくない印象にするために、この一応っていう言葉を日本人はよく使います。はい、ということで今日は口癖を5つ紹介してみました。いかがでしたでしょうか？ちょっと復習をしてみましょう。まず1つ目がやっぱりです。これは思った通りみたいな気持ちを表すときに使います。2つ目がな感じです。なんとなくみたいな雰囲気とか、こんな感じっていう風にほんとそれをざっくり表したいときに使います。次、3つ目が結構です。これはかなりっていう意味で使うことが多いです。で、ただ他にも、いりませんっていうのをちょっと優しく相手に伝えるときも結構ですっていう風に使います。4つ目が嫌です。これは必ずしも否定の意味ではないです。前置きとか、あとは照れ隠しの時にも使います。で、最後5つ目が一応です。これは念のためとかとりあえずとか、あとは控えめな表現になります。どうでしたか？日本語って同じ言葉でも使い方とか文脈とかによって全然意味が変わることがありますよね。ぜひ日本人の友達や先生との会話の中だったり、あとは映画とかドラマとかアニメとか、そういった中でも意識して聞いてみてください。きっと、あ、これやっぱりって言ってるとか、これが一応の使い方なんだみたいな風に気づく瞬間がたくさんあるかなと思います。ぜひぜひ聞いてみてください。はい、ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。もしこのポッドキャストが役に立ったと思ったら、チャンネル登録やコメント、高評価などよろしくお願いします。はい、それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。